転職したての会社で、社員旅行に参加した俺。その日はあいにくの台風で、強い風と雨が吹き荒れていた。揺れるバスの車内で、必死に盛り上げるバスガイド。しかし、台風の影響で土砂崩れが発生。どうしよう、道がない。トンネルの中で閉じ込められてしまい、バスガイドも社員たちも大混乱。パニックを起こすみんなを見て、俺は立ち上がり。俺は最近転職して今の会社に入社したばかり。配属されたのは営業部だが、営業は全くの未経験だった。それどころか、前職が全く違う業界だったため、すべてにおいて右も左もわからない状態。ちょっと一致さん、これ前も説明したじゃないですか。あ、すいません。もう、困りますよ。すいません。まあまあ、一致くんは未経験なわけだし。多めに見てあげてよ、ね。自分よりはるかに年下の同僚にまで叱責される日々。俺がミスをするのが悪いのはわかっているが、なかなか精神的に応える。上司をはじめ、みんな根気強く教えてはくれるものの、どうしても距離を感じてしまう。いい年してろくに仕事もできないアラサー男なんて職場で居場所がなくて当然か。むしろ色々教えてもらえるだけありがたい。とはいえ、新しい環境で同僚たちと仲良くしたいという願望はことごとく崩れ去った。誰も面と向かっては言わないものの、俺は無能という烙印を押された状態。きっといついなくなっても困らないと思われているんだろう。とはいえ、働かなければ食っていけない。転職すると決めた以上、今の環境でやれることをやるだけだ。もうすぐ社員旅行か。そこで少しでもみんなと仲良くなれればいいんだけど。そんな淡い期待を胸に、社員旅行への参加を決めた俺。まさかその社員旅行で、とんでもないことに巻き込まれるなんて。この時は思ってもみなかったんだ。うわ、すごい雨。めっちゃ濡れた。駆け足でバスに乗り込み、体についた雨を拭う社員たち。社員旅行はバスツアーに参加することになっており、紅葉シーズンの山々などが見頃と聞いていた。しかし、運の悪いことに旅行当日に台風が到来。天気予報では本州は避けるルートと言っていたのに。台風の直撃により、山の天気は大荒れ。正直言って紅葉どころの騒ぎではなかった。誠に申し訳ございません。お客様の安全を考慮しまして、ツアーを一時中止し、ホテルへと向かわせていただきます。全員がバスに乗り込んだところで、ガイドの女性からアナウンス。当然ツアーどころではなくなったため、そのままホテルへと向かうことになった。明日運よく晴れれば、ツアーのリベンジらしいが紅葉は散ってしまっているかもしれないな。この大荒れの中ツアーをしたい社員がいるはずもなく、バスはホテルへと出発した。山道は雨風の影響を受け、普段以上に車が揺れる。カーブを曲がるときにそのまま横転してしまいそうな雰囲気だった。そんな不安漂う車内の空気を変えようとバスガイドの女性が明るい声で話をしてくれていた。本日はあいにくの雨で紅葉が見れず残念ではありますが、実は雨は紅葉には欠かせない要素でもあるんです。夏が暑く、適度な降水があることによって、紅葉の色が鮮やかになると言われているんです。へえ。この地域では現在紅葉シーズン真っ只中。毎年多くの観光客で、賑わっているんです。明日の台風一過は穴場かもしれません。明るい表情と声で、空気を盛り上げようとしてくれているバスガイドさん。若いが落ち着いた雰囲気で、清楚系の美人だ。正直言って俺の好みど真ん中。台風で紅葉が見えなくても、こんな美人が盛り上げてくれるなら悪くない。そんな風にのんきに考えているうちに、バスは山の中のトンネルに差し掛かった。その頃には台風が直撃でもしていたのだろう。あたりの木々はなぎ倒されそうなくらい強い風が吹きつけていた。土砂崩れとか河川の氾濫とかないといいけど。そんな不吉なことを考えてしまうくらいにはひどい天候だったんだ。
そしてこの予感は見事に的中することとなるのだった。トンネルに入った瞬間、何やら大きな物音とともに、バスが大きく揺れた。なんだ。地面が大きく揺れている。地震か何かだろうか、とにかくただごとではない様子だった。危険を感じた運転手がバスを停車させたその時。うわ突然、目の前でトンネルの出口付近、天井部分が崩落したのである。その破片はバスにも飛来し、窓ガラスが割れるなどした。何事だ。慌ててバスの前方に目を向けた俺は、あまりの衝撃に思わず絶句した。これは。なんと、目の前の道路が分断されているのである。大量の瓦礫と土砂に埋まり、あるはずの道路がない。トンネルの出口が完全に埋まってしまっているのである。何が起きたんだ。痛い。誰か、助けて。皆さん、大丈夫ですか？社員たちは状況が飲み込めず、パニックに陥りかけている。どうやら怪我人もいるらしく、事態はかなり深刻だ。出口が塞がってる。まさか、反対側も。俺は慌てて車外へと飛び出した。お客様。危険ですので車内に。すぐ戻りますから。バスガイドさんの静止を振り切り、トンネルの状況を確認する。特別長いトンネルではないので、向こう側が見えるはずなのだが、トンネル内は車のライト以外の光が見当たらない。少し歩いてみると、反対側の出入り口も塞がっているのがわかった。どうしよう。道がない。声の方を振り返ると、例のバスガイドの女性がいた。きっと俺を追いかけてきたのだろう。なんで、こんな。その表情は怯えきっており、涙目になっている。おそらく、土砂崩れです。土砂崩れ。この台風で地盤が緩んだのかと。トンネルじゃなかったら、大変なことになっていました。即座に車を止めてくれた運転手さんのおかげですね。あと少し車が進んでいたら、崩落に思い切り巻き込まれていただろう。間一髪というところである。運転手も怪我をしていて、お客様にも怪我人が。救助はすぐに来るのでしょうか？山間部ですから、すぐには難しいかと。そんな。ひとまず怪我人の手当てをしないと。救助がいつ来るかわかりませんから。そう言って俺は早足でバスへと戻っていった。どうすんだよこれ。これって、助けは来るの？出口塞がってるぞ。どうすりゃいいんだ。怖い。助けて。バスへ戻ると、みんながパニックに陥っていた。状況を飲み込めず、あたふたしている。割れたガラスや崩落した瓦礫などで怪我をした人も多く、事態は深刻である。重症患者はいないようだが、なるべく早く手当てをすべきだろう。ねえ、ガイドさん。俺たち助かるよな。運転手さん怪我してるんでしょ？どうやって帰るの？そもそもどうやって脱出するんだ？私たち、助かるの。皆さん。落ち着いてください。落ち着けないわよ。救助はまだなの。ガイドさんがなんとかなだめようとするが、みんなの不安は増すばかり。このままだとパニックのあまり、暴動でも起きそうな勢いだ。暗いトンネル内に閉じ込められ、精神が参るのも無理はないが、変に動かれると二次被害の危険性も高まるし、よろしくないと言える。ひとまずはみんなを落ち着かせないといけないな。ガイドさん。はい。なんか拡声器とかないですかね。拡声器、ですか？はい、みんなに話しかけるにも、混乱してて地声じゃ届かなそうで。ツアーで使ったりするものないですか？あります。そう言って車内から拡声器を持ってきてくれた。ありがとうございます。皆さんにはなんと。ひとまず落ち着いてもらわないと。そこから適切な処置をしますから、安心してください。にっこり笑ってガイドさんから拡声器を受け取った。
何より、今はみんなを落ち着かせないと。皆さん、お静かに。救助が来るまで、まだ時間もかかります。あまり体力を消耗しないよう、落ち着いてください。右往左往する社員たちに向かって、拡声器を使って声をかける。いっちくん。地理的に救助が来るまで、どうしても時間がかかります。それまで私たちでしのぐしかないんです。今は混乱している場合ではありません。早急に怪我人の応急処置と、身の安全の確保、可能なら外部への連絡を行わなくては。それには皆さんの協力が必要不可欠です。落ち着いて、私の指示に従っていただきたい。俺の声を聞き、一斉にこちらを向く同僚たち。しかし、その表情は不安げだ。協力って、素人じゃどうすることもできないでしょ。救助が来るかどうかもわかんないのに。残念ながら、同僚たちにとって俺はただの無能社員でしかない。俺が何を言ったって、不安を取り除けるはずもないのだ。しかし、時間は一刻を争う。なんとか説得して、すぐにでも行動に移さなくては。俺のことが信用できないのもわかります。無能な新人の指示なんて、聞きたくないと思います。いっちくん。しかし、今だけは俺を信用してくれないでしょうか。俺は会社では使えないやつかもしれない。でも、災害時は役に立てると自負しているんです。この状況で、最善の行動が取れる自信があります。最善って、素人には無理だろ。俺は素人ではありません。え？俺の前職は、災害救助隊です。そうですよね、部長。俺の言葉で、全員の視線が部長に向いた。彼は俺の採用面接に参加しており、この場で俺の前職を知る唯一の人物だった。そうだな、いっちくんならきっと何とかしてくれるはずだ。じゃあ本当に。ああ、彼の履歴書は私が確認した。災害救助の現場で長らく働いていたそうだ。マジで。あの一致さんが、部長の発言のおかげで、なんとなくみんなが信じてくれそうだった。あとはこの場の行動で示すしかないだろう。とにかく、できることをやりましょう。ガイドさん、手伝ってくれますか？はい。私、バスガイドの嫁子と申します。嫁子さんですね。よろしくお願いします。はい。じゃあ、一丁やりますか。こうして、俺たちは一致団結し、この状況を打破することになったんだ。怪我をしてる方はこちらに。一致さん、救急箱です。ありがとうございます。ちょっと痛いけど我慢してくださいね。俺たちはまず怪我人の応急処置と、周囲の安全確認を行った。幸いなことにトンネルは今すぐにこれ以上の崩落をしそうな感じはしない。救助が来るまでは耐えられそうだ。瓦礫やガラス片などを手分けして撤去して、怪我人を平坦な場所に寝かせて手当てをした。基本的に打ち身や切り傷など、さほど大きな怪我をした人は少ない。怪我の程度が大きいのは、運転手がフロントガラスを突き破った瓦礫に当たり数箇所骨折。社員の中でシートベルトを着用していなかった数人が転倒して骨折したくらい。ほとんどの社員が問題なく動ける状況だった。ひとまず命に関わる重傷者が出なかったのは奇跡と言えるだろう。あとは救助が来るのを待つだけ。強いて言うのなら早く到着してもらえるように外部との連絡が取れるといいのだけれど。携帯の電波はさすがに届かないか。バスの無線もダメみたいです。そうですか。困ったな。トンネルの中にいては、土砂崩れの被害規模が正確にわからない。トンネル付近だけなら、救助もそこまで時間がかからないかもしれないが、もしここら一帯が深刻な被害を受けていたとしたら、台風はかなり大きかったし、この辺りは土砂も緩い。大規模な土砂崩れが発生するリスクが高い地域だ。そうなれば寸断されているのは俺たちだけとは限らない。救助自体も難航するだろうし、
発見まで一体どのくらいの時間がかかるのやら。なんとか外部との連絡を取らないと。何か手段が。なんとかして電波のあるところに行かないと。でも、出入り口は埋まって。下手に土砂を動かすと危険だしな。下手に動いて二次災害を起こすのは得策とは言えない。しかし、あまり長いこと救助が来なければ、トンネル内の酸素濃度など、新たな不安が。とりあえず俺一人でやってみます。嫁子さんは、皆さんを安全なところに留めておいてくれますか？一輝さんはどうするんですか？人が一人通れるくらいの幅で、土砂を掘り進めてみようかと。それなら、万が一崩れても被害に遭うのは俺だけでしょうし。そんな、いけません。突然、嫁子さんが俺の腕を強く掴んだ。もし、一輝さんに万が一のことがあったら、一輝さんがいなくなったら、私たちどうなるんですか？お願いです、危ないことしないでください。私たちは、一輝さんだけが頼りなんです。嫁子さん。俺の腕を掴んだ、嫁子さんの手は震えていた。ずっと気丈に振る舞ってくれていたが、嫁子さんだって不安に決まっている。こんな危機的状況で、運転手は怪我で動けない。バスの運営会社職員は嫁子さんだけの状況だ。俺や同僚たちはあくまでお客様、嫁子さんはどれだけの責任を感じていることか。そんな嫁子さんにとって、元災害救助隊の俺の存在は誰よりも心強く感じたに違いない。そんな俺に万一のことがあれば、誰がこの状態を支えられるのか。正直俺はみんなを助けられるなら、多少の危険は構わないとすら思っていた。でも、そのせいで俺は嫁子さんを不安にさせてしまったのだ。すいません、俺勝手に突っ走って。嫁子さんやみんなの気持ち、もっと考えるべきでした。いえ、勝手を言ったのはこちらです。一輝さんは私たちのために色々してくれてるのに。いいんですよ、みんな無事に帰らないとですもんね。安全な、他の方法を考えましょう。その後俺たちは思いつく限りの方法を試した。トンネルの壁を叩いて音を立ててみたり、携帯の電波が届く場所がないかくまなく探してみたり、バスの無線の周波数を変えて接続を試みたりと、あらゆることを試していった。その過程で、バスのカーナビの位置情報が定期的に衛星に送られていることが判明。そこから辿れば俺たちの居場所を特定することもさほど難しくないはずだ。そんな俺の予想通り、かなり早いうちに救助隊が到着してくれた。みるみるうちに土砂が撤去され、俺たちは外へ出ることができたのだ。土砂が掘り返される際、多少の崩落はあったものの、俺の指示で全員トンネルの中央にいたため、追加の怪我人らは出なかった。もし、俺が一人で土砂を掘り進めていたら、間違いなく崩落に巻き込まれていただろう。俺がこうして生きているのは、嫁子さんのおかげです。そんな。私たちこそ、一輝さんのおかげで助かったんです。一輝さんがいなかったら、私たちはきっとパニックを起こしていました。怪我人の手当てだって、一輝さんがいなかったら。そんな、俺は大したことしてませんよ。助けてくれたのは本職の救助隊員ですし、やっぱ俺には向いてなかったのかな。やむを得ない理由で退職したものの、叶うならずっと働きたいと思っていた。しかし、いざ自分が被災者として現場に居合わせると、自分の無力さがよくわかる。かっこよくみんなを救出することもできず、嫁子さんのことを不安にさせて。やはり俺には救助隊なんて向いていなかったんだろうか。そんなことありません。うつむく俺に、嫁子さんが強い口調で言い放った。大したことないなんて、誰が決めたんですか？私も、皆さんも、一輝さんにとっても感謝してるのに。皆さん。嫁子さんが感謝してくれるのはありがたいが、皆さんというのは一体。一輝くん、本当にありがとう。部長。一輝さんがいなかったらどうなってたか。マジで助かった、ありがとな。超かっこよかったです。一輝さん、
ありがとうございます。みんな、突然同僚に囲まれて、俺は驚きのあまり放心状態だった。みんなの目は嘘偽りなく感謝の気持ちを伝えており、今までのような距離を感じることはなかった。そうだ、俺はこんな風に感謝されるのが好きで救助隊を。誰かを助けることで、感謝をされる。その瞬間がたまらなく好きだったんだ。誰も死なせない、全員守ってみせる。そんな気持ちで毎日使命を全うしていたはずなのに。いつの間にか過酷な現場に疲弊し、その気持ちを忘れていた気がする。みんな、ありがとう。全員、無事でよかった。その後、俺たちは全員無事に救助され、病院で詳しい検査等を受けることになった。後日お礼をと言われ、嫁子さんと連絡先を交換。自宅に帰る頃にはヘトヘトに疲れ切っており、ベッドに倒れ、泥のように眠ることとなった。あの崩落事故からしばらく経った頃、俺は嫁子さんから会いたいと連絡をもらい、待ち合わせ場所へ向かっていた。あの台風による土砂崩れはかなり広範囲にわたって被害が出ていたらしい。俺たちが閉じ込められたトンネルは奇跡的に付近の道路も寸断されず、救助隊がすぐに駆けつけることができたらしい。他の道路や集落で起きた土砂崩れでは、もっと深刻な被害が出たそうだ。俺たちの乗ったバスで、一人の死者も出なかったのは奇跡と言えるだろう。かなり話題になっていたようで、ニュースなどでも連日目にしたくらいだ。ようやく事故の騒ぎも薄れ、落ち着いて話せるだろうと、嫁子さんと会うことに。嫁子さんからしたらただのお礼の場だというのはわかっている。それでも、俺みたいなひも手野郎からすると、女性と二人きりというのはどうしても緊張するものだ。しかも相手は美人で俺のタイプの女性。内面も優しくて責任感があって素敵な人だと思う。そんな人と二人きりで食事なんて、傍から見たらデートじゃないか。なんて浮かれた気持ちで待ち合わせに向かった俺は、その幻想をことごとく打ち砕かれることとなった。嫁子さん、大丈夫ですか？待ち合わせ場所のカフェに現れた嫁子さんを見て、俺は驚愕した。まだあの事故から半月ほどしか経っていないというのに、まるで別人のようにやつれている。眠れていないのか目の下はクマがひどく、顔色も悪い。頬のこけ方から、かなり痩せてしまったと思われる。何があったんですか？すいません、お見苦しい格好で。これでもだいぶ良くなったので、ご連絡したんですが。嫁子さんはあの事故でも目立った傷もなかったはず。一体何が？そう思った瞬間、俺の脳内にある予感が駆け巡る。もしかして、お仕事休まれてる感じですか？あの事故が原因で。PTSD、心的外傷後ストレス障害。災害や事故など、大きなトラウマを経験することによって、その記憶がフラッシュバックしたり悪夢を見たり日常生活に支障をきたす状態を指す。おそらく嫁子さんは PTSD を発症したと思われる。はい、今は休職しておりまして。バスに乗ると震えが止まらなくて。仕事なんてとても。嫁子さん。俺たちは救助され、日常に戻ればそうそう思い出すこともない。いずれ大変だったと思い出に変えられることだろう。しかし、嫁子さんは違う。嫁子さんにとってあの道は、あのバスは日常であり、切っても切れない場所だ。毎日の仕事で、嫌でもあの時の情景が蘇る。次また土砂崩れに巻き込まれたら、そんな思いに支配されて、仕事など手につかないだろう。このまま仕事を辞めて地元に帰ろうかなとも考えまして。だとしたら、その前に一輝さんにお礼をと思って。そこまで追い詰められていながら、俺のことを気遣ってくれるなんて。俺は嫁子さんのけなげさに胸を打たれた。嫁子さんがしたいようにするのが一番ですよ。今は無理しない方がいい。そうですよね。ずっと憧れていたバスガイドの仕事、辞めたくはなかったんです。
でも、このまま続けていくのは辛くて。嫁子さん。泣きそうな顔の嫁子さん。そんな嫁子さんを見ていられなくて、おせっかいとは思いつつ、つい話してしまう。そんなにすぐに結論を出すことないと思いますよ。しばらく休職して、のんびりしたらいいと思います。それでも無理なら辞めるのも手段だし、休んで治るなら復職すればいいし。今あまり焦って結論を出すと、後悔する可能性もあると思います。治るんでしょうか？不安げな瞳で見つめてくる嫁子さん。絶対とは言い切れませんが。少なくとも俺は治りました。一致さんが。実は俺も昔同じようなことがあったんです。今は思い出しても、前ほど辛くなることはない。しかし、当時の俺は精神的に参っていた。災害救助の現場で、二次災害に巻き込まれまして、土砂に流されて生き埋めになりかけたことがあったんです。その時の恐怖がどうしても拭いきれなくて、仕事ができなくなってしまって。じゃあ、それが原因で転職を。いえ、転職したのは別の災害現場で怪我をしまして。それが原因です。俺が退職したのは救助の際に怪我をして足の靭帯を切ってしまったから。リハビリで普通に歩くことはできるようになったが、救助活動となると話が違う。現役は引退するしかなくなってしまったのだ。じゃあ、トラウマを克服したんですか？そんな大したことではないんですよ。ただ、時間が解決してくれただけで。PTSD というのは自然と治っていくことが多い。もちろんただ放置しておけば悪化するし、必要とあれば治療を受ける必要もある。俺はカウンセリングに通ううちに、次第に楽になっていったんだ。今が一番辛いと思います。それでもあまり焦らずゆっくり治すのがいいかと。お仕事が好きならなおさら、急いで辞めたら後悔が残るかも。俺は仕方のない怪我とはいえ、仕事を辞めたことで辛い思いもたくさんした。できることなら、嫁子さんにはそんな思いはしてほしくない。私に、できるでしょうか？私、一致さんみたいに強くないし。何言ってるんですか？嫁子さんは強いし、立派な人ですよ。私が。忘れたんですか？嫁子さんは俺の命の恩人ですよ。恩人なんて、私はそんな。一人がお辛いなら、いくらでもそばで支えます。恩人のためなら、どんなことでもしますよ、俺。一致さん。そばに、いてくれるんですか？口にしてから初めて、俺は自分がかなり恥ずかしいセリフを吐いたことに気がついた。そばで支えるなんて、まるでプロポーズじゃないか。やだ、そういう意味じゃないですもんね。すみません、変なこと聞いて。そう言って焦る嫁子さんの表情は、なんだかまんざらでもなさそうだった。まるで、俺のプロポーズまがいの言葉を喜んでいたかのような。いや、もし許されるなら、そういう意味でも。そばで、支えていたいなと。嫁子さんの反応を見て、少し調子に乗ってしまっただろうか。もし嫁子さんさえ嫌でなければ、誰よりも近くで嫁子さんを支えてあげたい。俺の命を救ってくれただけでなく、嫁子さんは俺の心まで救ってくれたんだ。救助隊員として、志半ばで諦めることになった俺。そんな俺を、嫁子さんは認めてくれた。必要としてくれた。それがどれだけ嬉しかったか。俺が嫁子さんに惚れてしまうには、十分なきっかけだったと言えるだろう。もちろん嫁子さんが嫌じゃなければですが、俺に支えさせてもらえませんか？嫁子さんがまた、好きな仕事をできるようになるように。まさか告白することになるとは思っていなかったが、ここまで言ってしまったら腹をくくるしかない。俺、嫁子さんが好きです。そんな俺の告白に嫁子さんは、一致さんがそばにいてくれるなら、頑張れる気がします。私も、一致さんが好きです。と言って、俺の手を取ってくれたんだ。
こうして俺と嫁子さんは交際を始めた。初めて出会ってからの期間こそ短かったものの、あの事故を共に乗り越えてきたからだろうか。まるでずっと前から一緒にいたかのような感覚がしたものだ。嫁子さんはその後、心療内科のカウンセリングに通い、少しずつ回復していった。その間も、俺は嫁子さんの話を聞いたり通院の手伝いをしたり、できる限りのことをしたつもり。嫁子さん自身も仕事は辞めたくなかったので、懸命に治療に励んでいた。その甲斐あって、嫁子さんは事故から半年ほどで仕事に復帰。現在は完全にトラウマを克服し、バリバリ働いている。俺はというと、あの事故をきっかけに同僚たちとも打ち解けることができた。一致さん、明日の打ち合わせなんですけど。一致くん、この案件任せてもいいかね？なんだかむしろ頼りにされるようになったような気も。もともと、前職とギャップがありすぎて不慣れなことが多かったわけで、慣れてくればそれなりに仕事もうまくできるようになってくる。さらに事故をきっかけにみんなからの信頼を得たのである。仕事がうまくいくのも必然と言えるだろう。それにしても、もうすぐ結婚式だな。いやー、まさかあのバスガイドさんと結婚なんて。なんかドラマみたいですよね。もうすぐ俺と嫁子さんの結婚式。なんだか俺よりも同僚たちの方が浮き足立っている気がする。まああの場に居合わせた人たちだ。自分ごとのように思ってくれているのだろう。あの事故は良くも悪くも、俺たちの心に深く刻まれることとなった。もちろん、もう二度とあんな思いをするのはごめんだし、崩落事故や土砂崩れがない世の中になってくれたらと思う。しかし、あの事故があったからこそ、俺は嫁子さんとこうして夫婦になれたんだ。どんな不幸な出来事でも、自分次第で運命は変えることができる。改めて、そんな風に思える出来事だった。一致がいなかったら、みんなどうなっていたことか。こんな何度も助けられたら惚れるに決まってるよな。土砂崩れにより閉じ込められたトンネルの中で、運命の相手と馴れ初めていった一致。皆さんのパートナーとの馴れ初めは一体どんな感じでしたか？皆さんのエピソード、ぜひコメント欄で教えてください。ご視聴ありがとうございました。もし、この動画を見て少しでもほっこりした方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。